きベニューソン、いや全て超えて先行のガチエンジェルフリー。聖なるヴィーナス天を走るセンフレーズ、星がきらめく残月への切なる祈りは、その細い手で何を願うのか。もう泣かないとそう誓ったから、この雫は空へ信じる未来目指して行こう。先の果てを羽ばたこう。強くかける風、疎遠のエナジー。ねえもっとぎゅっと離さず抱いていて、永遠が始まるよ。飛べギャラクシーエンジェル。あーっせ。和也か。仕込み中だ。何もできないぞ。 T ラウンジが満席だったんだ。一休みさせてよ。ないだろう。俺も少し休憩するか。フィアドーネよりブラウニー少尉。こちらブラウニー。ブレンドとお前は何にする？エスプレッソ。ブレンドとエスプレッソを一つずつ持ってきてくれ。ブレンドとエスプレッソですね。そうだ。かしこまりました。少々お待ちください。厨房は食材で溢れ返ってる。テーブルに座ろうぜ。うん。よっこらしゃ。はあ、座るときによっこらしょっていうのは親父指数が高いってことらしいよ。抜かせ。そういや湯船に浸かるとき、とかいうのもかなりのレベルだって聞いたな。あ、言っちゃう気がする。お前も親父ってことだ。そういやしばらく湯船になんざ使ってねえな。この船にはシャワーしかないしね。たまには温泉でも行きたい。いいね。お待ち。ブレンドはどちら様？俺だ。ブレンドとエスプレッソです。代金は後で和也が払いに行く。どうもちょっと場所代だ。ま、いいけどさ。失礼します。ミルク入れるか？いらないよ。カフェラテになっちゃう。なんだよ、知ってるじゃないか。当たり前だろ。これでもパティシエだったんだよ。コーヒーのことくらい勉強したさ。おー。なんだ、寝不足か？いや、そんなことない。むしろその逆。ここんところよく眠れる。でも寝足りないみたいでさ、気を抜くとすぐ居眠りしちゃうんだ。それでエスプレッソなのか？うん。バーカ。なんだよ。勉強したって割にはお粗末だな。眠気覚ましのコーヒーにはブレンドの方がいいんだよ。だってエスプレッソって濃いよね。味はな。それは豆の焙煎が深いからさ。だがそのおかげでカフェインは結構飛んじまってるんだ。
加えて入れる時間も短い。対してブレンドの焙煎は深いわけじゃない。そしてゆっくりと入れる。だからカフェインを多く含むんだ。覚えておけ。はあ、勉強になりましたよ、ランティ先生。ほら、交換してやる。ありがとでは授業料と交換料をいただきましょう。なんだよ、代金は僕持ちでしょ。なーに、俺の知識を分けてやったんだ。お前の知識を返してくれよ。何の話？今この船はセルダールに向かってるんだろ。そうだけど。ノイエに来た途端ピコに行ってまたすぐに戻るのか。ああ、そういったこと。作戦行動に関してはちょっと。固いこと言うなよ。ちょっとだけでもな。しょうがないな。それじゃこのミルクパックを各惑星だと思ってくれ。もこれが魔法惑星マジーク、これがナノマシン惑星ピコ、これが遺跡惑星古墳、これが砂漠惑星アジート。ノイエで主だった星の配置はこんな感じだよね。そうだな。ならセルダールはどこかわかる？この辺だろ。そうだね。なんか気がつかない？あれれ？なんかセルダールから各星までの距離ってさ。距離？そうか。距離がだいたい一緒なんだな。セルダールにいればどこに敵が現れても時間的ロスが最小限ってことだ。さあ、僕は何も知らないな。最近独り言が多くなっちゃったんだよね。こんにゃろ。まあこれ以外にもアームズアライアンスがあるんだけど、さすがに重要拠点全部から遠距離のポイントはないからさ。なるほど。本艦は間もなくセルダール領へドライブアウトします。各ブロック長は通達事項がありますので、艦艇部中央ホールに集合してください。着いたか。そうだね。さて仕込みの続きをやるかな。ゆっくりしてってくれ。ありがとう。会計よろしく。分かってるよ。熱っ。ありがとうございました。エンジェル隊には指示がないな。ウィルの出方を伺ってるってとこか。ならちょっとみんなの様子でも見てみるかな。和也だよ。どうぞお入りになって。ちょうどいいところへ珍しいお茶が手に入ったんですのよ。セレブリティっていうですね。通販のカタログで見つけたんですね。へえ、なんか豪華な味がしそうだね。わちしもそう思って買ったですね。どうです？ご一緒にいかが？もちろんいただきます。はい、ぜひぜひ。元気があってよろしいですね。和也さんの分も入れますわね。
ありがとう。香りは素朴だね。でもなんかほっとします。それじゃ飲んでみよっか。いただきます。苦い信じらんない。やだ、何これ。口の中が苦味一緒がですね。やっと収まった。ちょっとミモは変身しちゃったじゃないのよ。なんなのこのお茶。ごめんなさいですね。まさかこんなに苦いとは。これセレブリティじゃなくてセンブリティって書いてあるよ。なんですと。読み間違えたんだね。なに弱った胃腸に効果てきめん、苦味の刺激で今日も健康だってさ。冗談じゃないわよ。体にいいなんて思えない苦さだったわ。良薬口に逃がしどころじゃ済まないよね。たまげたですね。まあいいや。それじゃあ僕はこの辺で。お疲れ。またですね。失礼します。頼む、勘弁してくれ。そう言われましても。班長だ。和也いらっしゃいなのだ。怪我したのだ。ちょっと寄っただけ。それより班長どうかしたの？喉を焼かせてくれないのだ。焼くって消毒のことだよね。どうして？あの味が嫌いだって言ってるのだ。そんな子供みたいなこと。まったくなのだ。ナノマシンで消毒しちゃえば？こんなことクレイで嬢ちゃんの世話になれかって言って、それも嫌がってるのだ。お手上げだ。和也、ちょっと説得してほしいのだ。僕が？なのだ。わかった。ちょっと話してみよう。期待してるのだ。この味だけはどうしても苦手なんだ。ご承だぜ先生。そうやって話しているだけでどんどん喉を痛めているかもしれませんよ。んなこと言わねえでくれよ。班長。ああ、おお、和也か。ちょっと耳貸してください。なんで？ですね、さっきコロネさんは喜んで喉を焼いてましたよ。何？班長には無理やなぁとも言ってました。だと、やろめ。よっしゃ先生、焼いてくんな。いいんですか？おうよ、特納で頼むぜ。はあ、では口を開けてください。こちょこちょこちょ。はい、終わりました。大丈夫ですか？もうなんともねえ。じゃあな。和也、すごいのだ。驚きました。一体何を言ったのだ？秘密。それじゃあお邪魔しました。ありがとなのだ。お世話様です。
嬉しいこと言ってくれるじゃないか。次。はい、23皿目。23皿目。エデンの食材、宇宙伊勢エビのグラタンだ。さあ行くぜ。何やってんの？ああ、和也か。新メニューをいくつか考えたんでな、試食を頼んだのさ。こりゃまたうめえな。でもちっとばがしこってりしすぎてね、この量だと飽きそうだぜ。こってりしすぎ。よし次。ああ、すまん、今ので終わりだ。なら締めだな。約束のもん頼む。了解。ちょっと待っててくれ。ふう、腹がかなり減ってたからな。どれもこれもうまかったぜ。それよく聞くけどさ、お腹減っててもまずいものはまずいよね。おめえは飢えたことなんてねえか。上？何日も食えなくて本当に死にそうになるこった。普通ないでしょそんなの。ならちょっとこれ食ってみろ。うわっ、すごい匂い。これ食べ物なの？アジートの漬物、茅の姫だ。本当に食べても平気なの？いいから食ってみろよ。はい。くっさ変な歯ごたえ。あ、酸っいだらしね気持ち悪え。ま、俺も昔は大嫌いだったけどな。い。なら今は好きなの？ああ、昔どっかのでっけえ古墳に閉じ込められて飢え死にしかけたことがあってな。ぼーっとした頭の中に浮かんでくるのはガキの頃無理やり食わされたこの漬物だった。それ以来さ、俺は何でもかんでもうまくなってな。腹が減ってる時は特にだぜ。はい、お待ち。特製ジェラート山盛りだよ。お、待ってました。ちょっとさらにこの量を食べるつもり？全種食ってみたかったんだ。全種？36種類あったよね。いや、38種だ。いっただき。もうひゅー、たまんねえ。どうだ、おめえも食うか。いや、いらない。見てるだけでお腹いっぱいだっての。デリシャそれじゃあまた。このつぶつぶの入った青いのめちゃくちゃうめえ。そりゃチョコミントだ。あ、名前は気に入らねえな。ブレイブハートの様子でも見るかな。和也、班長？ちょっと上がってこい。あ、はい。何でしょう？やってくれたな。何の話ですか？とぼけんじゃねえ。さっき一杯食わせただろう。コロネはここんところ医務室になんざ行ってねえってよ。しまった。ほれ、何ですこの布？ほらな、あの用土の味が死ぬほど嫌いなんだ。だからおめえさんにもそれなりの思いをしてもらわねえとな。はい。紋章機のスラスターカーボンを全部磨き落としとけ。了解しました。和也、白波、任務完遂しました。帰ってよし。失礼します。
夏目は映画鑑賞中か。あ、今こそ正義の鉄槌を食らえ。何よ、大義のくさびを打ち込んでくれる。この映画見たことある。ラストがひどいんだよね。夏目にこのことを教えるべきかどうか。誰じゃ？あと、ごめん。なんじゃ、和也か。邪魔しちゃったね。もう行くから。待て待て、どうじゃ、一緒に見んか？え？ほれ、こっちゃ来い。といいの？別に構わぬ。時効よれ。失礼します。では再開じゃ。私は戻ってきたのだ。我が私服、幾幕の者かしれ。こりゃ和也、起きんか。寝るとは何事じゃ。いびきがうるさくてかなわんぞ。あれ？寝ちゃってた？まったく呆れ果てたやつじゃの。集中できんわ。うせい。すんません。僕だよ。空いてます。どうぞ。やどうも。あれ、いい匂いがする。紅茶？ちょっと本を読みながら。へえ、何読んでるの？エデンの古典文学です。ため息出るほど難しい？それもあるんですけど、紅茶を飲みながらっていうのがそもそも私には無理みたいですね。どういう意味？香りや味に意識が傾いて飲む方がおろそかになっちゃうんですよ。ああ、そういうこと。リコって紅茶が趣味だもんね。大好きです。ではやはりここは自分なりのやり方で。まずは紅茶。おいしい。いい香り。飲み干しちゃうし。そして本。なるほどなるほど。ああ、それじゃあ邪魔しても悪いから行くね。すでに没頭モードですか。さてさて、次はどこに？なんだ、もうコーヒーの効果が切れたのか？ここのところ本当に眠い。見回りはこの辺で切り上げて部屋で仮眠を取るか。脳より白波少尉。
ノアより白波少尉。ノアより白波少尉。んカズヤ！カズヤ！どこにいるの？はい、こちら白波。今すぐ医務室に出頭しなさい！了解しました。えらいことだ、えらいことだ。急がないと殺される。和也白波入ります。遅い！申し訳ありません。まったく。まあまあ。それでなんで呼び出されたんでしょう。とにかく息を整えて。あ、はい。もう平気です。そうですか。ではですね、体調の方はいかがでしょう。体調？そう、体の調子はどうなの？至って健康だと思いますけど。そういうことじゃなくて。ああ、ほら、例の幽体離脱のことですよ。また起きたりしましたか？いえ、ブリッジでみんなの前で倒れてからは一度も。そう。一応時間のある時に少しずつ調べてみたわ。何か分かったんですか？まあ多少ね。どんな？ナッツミルクよりノア局長。待って。はい。私よ。中継機準備完了です。待機してて。わかりました。カズヤ、ベッドに横になりなさい。え？早く。はいはい。ではそのまま静かにしていてください。脳波をモニターしますので。脳波？記録を開始しました。これから何を？すぐにわかるわよ。多分ね。ココ？はい。白き月とのレーザー通信を開始して。了解。白き月？ハンドシェイク終了。つながりました。切るわ。ノアよりシャトヤーン。シャトヤーンさん？はい、シャトヤーンです。予定通りに行くわよ。わかりました。準備は整っています。それじゃこのまま切らずにいて。はい。さてと、一応刺激パルスも準備しておきました。刺激パルス？そうね、それがいいわ。そろそろ教えて。シャトヤーン、解除よ。了解。まさかまた。脳波はどんどん硬化しています。なんだよ。予想通りね。はい。ひどいや。こうなると知ってたんなら教えてくれればいいのに。カズヤ、いるの？いますよ。でもどうせ見えてないんでしょ。間もなくフラットになります。カズヤ？はいはい。ノアさん。猿に分かって私に分からないなんてちょっと灼ね。危険だと思います。シャトヤン、戻して。シールド再起動します。はい、いいから寝て。シャトヤン、切るわ。はい。びっくりした。異常は？ありません。脳波も正常値に戻りました。いいから静かに。
そんなこと言ったって。鎮静剤打つわよ。で、起きたの？幽体離脱。ええ。そう。これで原因は確定ね。そうなりますか。それじゃ説明してあげるからおとなしく聞きなさい。はい。まず結論から。あんたのこの症状は黒き月および白き月が関係してる。え？おそらくですが、動力炉から出ている何らかのエネルギー事象、それが白波くんの精神に作用して幽体離脱を起こしているものと推測されます。その何らかってのはわからない。わからないんですか？そう、全くをもって不明。もうちょっとなんかこうないんでしょうか？ないわ。そんな。しょうがないでしょ。本当にわからないんだから。だいたいこの忙しい時に仕事を増やすんじゃないわよ。ごめんなさい。とにかく過去のデータから月の動力炉が原因なことはほぼ確実ですので。せめてその過去のデータってのをもうちょっと詳しく聞かせてくれます？ああ、めんどくさい。すみません。まず1回目、リリーとあんたがトレーニングしてた時、直前に黒き月の動力炉を起動してるの。でもこの船からはかなりの距離があったわ。次、2回目、アプリコットが放り投げたコックと激突して気絶した時、トランスバイル星系にドライブアウトしてるわ。かなり近い位置に黒き月があったの。そして3回目、目の前で黒き月のステルスフィールドを解除した時、説明した通りあれは内部のエネルギー事象を全て遮断するわ。つまり解除するってことは動力炉の反応を外に漏らすってこと。これらから導き出される答えは一つ。黒き月の動力炉が原因。それしか考えられないでしょ。そしてそれをたった今証明してみせたわ。白き月を使ったんですね。珍しく察しがいいじゃない。ええ。船がセルダール領に戻ったので、近くにはパルフェがエデンから移動させた白き月があります。いつもそのくらい頭が回ってくれると私も楽なんだけど。いくらなんでもわかりますよ。さっきシャトヤーンさんと通信もしていましたし。運用コンセプトは全く異なるけど、黒き月も白き月も動力炉自体は同じものよ。だからきっと反応すると思ったの。そこでアブソリュートを経由している時にシャトヤーンに連絡。あらかじめシールドを起動させておくように言っておいたってわけ。そのシールドも内部の影響を外に漏らさないんですね。ステルスフィールドと違って存在はセンサーには引っかかるけどね。なるほど。どう？理解できた？一応なんとなく。でもなんで僕がそんなものに反応するんでしょう。さあね。さっきも言った通り、これ以上のことはさっぱりよ。ちょっと興味を惹かれるけど、今はそれどころじゃないでしょ。だから予防措置を取るだけ。黒き月はステルスフィールド、白き月はシールド。起動し続けて内部エネルギー事象を外に漏らさないようにしておくわ。どっちの月ともレーザー通信必須になっちゃったけど、中継機を手配したから問題ないでしょ。いろいろと手間をおかけします。すいません。仕方ないじゃない。あんたはルーンエンジェル隊の隊長、攻撃の要の要なんだから。はい。白波くん自身の対策はウィルとの決着がついてからといったところでしょうか。そうね。よろしくお願いします。ナッツミルクより白波少尉。なんだ？はい、白波です。和也くん、ノアさんの検査は終わった？
あ、ええ。体調は問題ないかしら？はい、大丈夫です。ならちょっと格納庫へ行ってもらえる？どうしたんです？レリックレーダーが動かなくなっちゃったらしいのよ。それで整備班とアニスさんが揉めてるらしくて。わかりました。すぐに向かいます。少ししたら私も向かうわ。お願いね。やれやれ。それではちょっと行ってきます。はい、行ってらっしゃい。私も行くわ。気になるんですか？紋章機がね。ですよね。猿の機体、少し前からおかしかったんでしょ？はい。話には聞いてるけど、整備させないって本当なの？ええ。整備っていうか、機関部周りをばらそうとすると極端に嫌がるんですよね。動かせねえなんて冗談じゃねえぜ。ってそれはもうものすごい剣幕で。やってるやってる。班長！おう、和也か。あえてて。コブができてますよ。大丈夫ですか？飛んできたパッドが当たってな。なんとかしてくれ。指一本触れさせねえ。近寄んな。せやからエンジンかからなしゃあないやろ。やかましい。バラすことだけは許されっつってんだろうが。はい、ストップストップ。エンジンかからないんですか？せやねん。先テスト起動させたらな、スンってそれっきりや。やっぱりそれなりのメンテが必要そうですかね。うんともすんとも言わんのやで。今度こそ開けなあかんわ。そうですか。アニス！うっせえ。誰が何と言おうとバラすことは認める。何言ってるんだよ。これじゃ出撃できないじゃんか。とりあえず俺以外を出しゃいいだろうが。とりあえずって言うけどさ、その後どうするんだよ。君には原因がわかるのかい？直せるの？知らねえ。言ってることがめちゃくちゃ。もう説得やめ。隊長として命令する。整備班に機体を見せるんだ。嫌なこって。隊長だろうがなんだろうが知ったこっちゃねえ。なら艦長命令です。ココさん。アニスさん。なんだよ。レリックレーダーは確かにあなたの私物です。これまでフルメンテの免除を許してきました。ですが動かなくなったのなら話は別。あなたは UPW の隊員でしょ。今の状況で紋章機1機、それもエースの機体が動かないのがどんなことなのか判断がつくはず。今すぐそこから離れて整備班に見せなさい。断る。艦長命令だと言ったはずです。だからどうした。命令に従わないならこちらにも考えがあります。へえ、なんだよ。首にでもすんのか。怖かねえぜ。それが無意味なことは十分に理解しているわ。ならどうすんだ。放り出すってか。その通り。レリックレーダーをね。動かなければ邪魔なだけこの場で機体を捨てます。捨てるだと。そうよ。面白え。やれるもんならやってみやがれ。班長。へい。
5番機を今すぐ艦外へ投棄。今すぐよ。了解しやした。おいコロネ。うちがやんの？当たり前じゃねえか。発着シーケンスはおめえの担当だろ。でもこれ発着とちゃうやん。早くやりなさい。もうなんでこないなこと。アニスは動かすで。勝手にしろ。艦長は実行。板挟み。ああ、スピードはいつもの3分の1ってことでこれは見ものね。そんな。ちょっとココさん、このままじゃアニスが。アニス、早くどくんだ。密閉フィールドから出たら死んじゃうよ。ココさん、やばいですってば。アリス、勘弁してー。わーったよ。戻して。それじゃ戻します。くそ。ほら見せりゃいいんだろ。見せりゃ。そうよ。勝手にしろ。班長。へい、おいコロネ、行くぞ。はい。どうしたの？胃が。ひ弱ね。アニスは企画違うけど、これロックされとるってこと？まあ今外す。ほらよ。おおきに。ほら開けます。なんじゃこりゃ。どうするのこれ？ちょっとどうしたんです？これは前に他の機体のエンジンを見てるけど、こんなに複雑じゃなかったわ。その通り、オリジナル状態じゃないわ。オリジナルじゃない？改造されてるってこと。しかもかなり複雑回帰。わけのわからない補給やバイパスが追加されまくってる。よく今までやってこれたわね、これ。ダメや。ダメだなこりゃ。艦長さんよ、こりゃお手上げだぜ。どういうことです？誰がやったか知らねえが、完全にスパゲッティだ。いじった本人じゃなきゃ手がつけられねえよ。そう。元に戻すってのは？基本構造は他の機体と一緒なはずですよね。オリジナルに戻せば済むんじゃないんですか？可能だとは思うけど、かなり時間がかかると思うわ。ですね。うちの見立てやと最低2週間ってとこです。そんなに？あと曲がりなりにもこの状態で動いてたんで、オリジナルに戻したとしても以前と同じ性能が出るとは限らないってことね。その通りです。
アニスさん。んだよ。これを誰がやったのか教えてくれる？知らねそんなわけはないはずです。あなたはエンジェル隊に入る前からこの機体を運用していたわ。つまり頻度は低くても整備を受けていたことになります。答えて。知り合いだ。連絡を取ってもらえるかしら？できねどうして？え。通信チャンネルを知らねえんだ。本当だぜ。なら現在いる場所は？アジートだ。アジート。ノアさん、向かっても構いませんか？そうね。紋章機1機分の戦力低下を考えればこの程度のリスクは仕方ないんじゃない？では。ナッツミルクよりメランザーナ少尉。こちらメランザーナ。アジートにコースセット。オプティマイズを開始。了解。以上。班長。へい。とにかく可能な限りの整備を終わらせておいてくれるかしら？了解。アニスさん、到着次第できるだけ早くその知り合いさんを連れてきて。アニスさん。分かったよ。では解散です。どっかでエンジンがいかれてたらと思うとゾッとするな。まったくだ、身が縮むぜ。おっしゃ、野郎ども集まれ。くそ。アニスはその知り合いに会いたくないんでしょうか？そんな感じね。機体を整備させなかったのもこうなることを分かってたからか。ほら、隊長の仕事よ。プライベートにまで踏み込んでいいものでしょうか？そんなことをしろなんて言ってないわ。虫の居所を何とかしてきて。はい。あっごめん。急に止まるんだもん。何の用だよ。いや、気になるから。余計な世話だ。ほっとけ。古文はあ？古文は放っておけない。叫んの誰が古文だ。アニスだよ。この僕が隊長で君は隊員だ。理屈こねやがって。いつだったかナノがナノマシン治療で無理して倒れた時、君は啖呵切ってマイヤーズ長官を説き伏せた。ついこの間だってナノの仲間の安否がわからなかった時、一番に飛び出そうとした。どんな時でもアニスは子分のナノをないがしろにしない。それと一緒だ。好きにしろ。好きにする。
歩き疲れた。何か飲み物でも買ってこようか。いらねえ。座れよ。あ、うん。おめえよ、口が回るようになったよな。そう？タクトの影響なんじゃねえの？そりゃやばいな。さらっとひでえこと言うし。あ、そっか。はあ、気が抜けちまった。イライラは収まった？ちっとはな。なら追いかけ回した甲斐もあったかな。言ってろ。へへ。何も聞かねえのかよ。プライベートは尊重しなきゃね。アニスが喋りたくないならそれでいいと思う。誰だって人に言いたくないことくらいあるもん。なら聞きたくねえんだな。聞きたくないよ。じゃあ話す。思惑通り。何すんだよ。うっせえ。こうでもしねえと気が収まらねえ。痛いなあ、もう。ケルビンだ。え？ケルビン・グレープ。レディック・レイダーの整備士の名前さ。ああ、そうなんだ。昔からの知り合いなの？まあな。アジート一家の元一員、二番頭さ。話す気になったみたいだから聞いちゃうけど、さっきのココさんとのやりとりから察するに会いたくないのかな、その人と。わからねえ。どういうこと？育ての親なんだよ。驚いた。でもなんで会うことを迷うのさ。仲悪いの？仲が悪いとかいいとかそういう問題じゃねえんだ。俺はな、8歳の時に放り出されてるのさ。放り出されてるって家から？ああ。8歳で？そうだよ。レリック・レイダーになんかあった時以外は戻ることを許されてねえ。なんでそんな無茶な。無茶じゃねえ。無茶だよ。いくらなんでも幼すぎる。なら俺を見ろ。こうして問題なく生きてんだろ。それどころか一発の鍵、洞察力、トラベルの時の起点と応用力、何より根性だけは誰にも負ける気がしねえ。ガキの頃から半端じゃねえサバイバルを経験したおかげさ。今の俺があるのはケルビンが放り出してくれたからだ。でもそれは結果論だ。ああ、そうだよ。放り出されてからこっちついてねえのは当たり前。ひでえ目なんぞ茶飯仕事。一歩間違えりゃ死んでたなんてのは両手の指の数じゃ足りねえんだ。だからよ、あいつに感謝すりゃいいのか、あいつを恨みゃいいのか、自分には分からねえ。ケルビンの前でどんな顔してりゃいいのか見当がつかねえんだよ。畜生。アニス。らしくないですね。何？リコ？おめえいつの間に？今はそんなことどうでもいいんだ。ってアニスさんなら言いますよね、こういう場合。なんだと？さらにうじうじしてたって始まらねえだろなんてことも言いそうです。それはついこの間リコちゃん自身が言われたばかりです。そうでしたっけ？言ってたのだ。
トランスバールに上陸する直前だな。その前にはわらわとリリーに水臭いとも言うておる。ちょっとみんないつから？今の状況も十分に水臭いと思うがの。仰せの通りで。おめえら聞いていやがったのか。はい、全部。ひでえじゃねえか、立ち聞きなんてよ。ここはみんなの場所なのだ。たまたま聞こえてきたのですわ。こんにゃろー、なんで気づかなかったんだ。水の音のせいか。それもあるかもしれないが、あれほど興奮していてはの。くそー。はい、悔しがってる場合じゃありません。こういう時は体当たりするのがアニスさん流でしょ。アジートの軌道に乗った頃ですし、シャトルの準備も終わっています。格納庫に行きましょう。出発なのだ。ちょっと待て。おめえら一緒に来るつもりじゃねえだろうな。もう往生際が悪いですよ。まったくですわ。バカ言え。俺は一人で行く。ついてくんな。それは承服できん。逃げおおせるやもしれないからな。しっかり見張らんとの。おい、信用できねえってのか。アニスさん。ああ、別に信用してないわけじゃありません。なら余計な世話焼くんじゃねえ。焼きますとなってごめんなさい。でもたまには私たちを頼ってください。そうだ、仲間ではないか。不安をお一人で抱えることはありませんわ。みんなで参ろうぞ。これで怖くないのだ。別に怖いわけじゃねえ。ちょっと罰が悪いってだけだ。たく、ガン首並べて口揃いやがって汚ねえぞ。アニス、諦めたら。おめえまで何言い出すんだよ。だって聞かれちゃったものはもう仕方ないしさ。第一、みんなの言う通りだもん。君は人一倍仲間意識が強い。メンバーに何かあった時は体を張って前に出てくれる頼もしい存在だ。けどその反面、仲間を頼ることをほとんどしない。自分のことは自分で解決しようとする独立心が強すぎるんじゃない？何でも一人でやってきたんだ。仕方ねえだろ。でも今は一人じゃない。持ちつ持たれつ、チームワークの基本だ。また理屈ばかりこねやがって。そう、君の言う通り口が回るようになったからね。はい、とにかく出発。みんな連れてって。あ、何すんだ。ちょっと待て。連行するのだ。バカ、押すな。堪忍せい。待って、離せ。おとなしくなる魔法をかけましょうか。やめろ。ピリ辛アミーゴも用意してあるからな。俺は子供か。ちょっと強引すぎですかね。どうだろう。でも機嫌を取るだけのつもりだったんだよね。どうしてみんなここに？ココさんですよ。え？相手はあのアニスさんですから。和也さん一人じゃ大変そうってことで連絡をくれたんです。ああ、そうだったんだ。あと、どうせエンジェル隊全員で上陸することになるわとも言ってました。僕たち手のひらの上で踊ってる？なんかタクトさんみたいで心強いですよね。素直に喜んでいいのかな。向こうに見えるドームがアニスの家なの？アニスったらしかし鋭い日差しじゃのう。風も強いです。
景色も見渡す限り荒野。地平線を見るのは初めてだ。惑星全土の7割が陸地で、それもほとんどがこういった乾燥地帯です。町とかないのだ。市街地は真水の湧くところにあるそうよ。へえ、詳しいね。和也さん、ナノちゃん、カルーアさんは資料を読んでるはずなんですけど。あれ、そうでしたっけ。あ、思い出したのだ。人は全部で3億なのだ。そうそう。でも以前はもっと少なかったそうよ。記録によるとエデンが訪れる前は2億を切っていたみたい。2億？辺境にある僕の故郷でさえ20億以上なのに、アニスはこんな星で8歳の時に放り出されたのか。目に砂が入ったのだ。アニス、いつもこんなに風が強いのかい？アニスったら、うるせえ！マジに全員でついてきやがって。まだ怒ってるの？当たり前だ！やれやれ。ほら、さっさと入れ！砂が入っちまう！お邪魔します。たく相変わらず重てえ扉だな。そう、中広いんだね。ああ、ゴミだらけなのだ。ゴミじゃねえ、スクラップだ。違うのか？バラして使えるパーツは売る。使えねえもんは素材ごとに分けてやっぱり売り飛ばす。そうやって金にすんだよ。ほほう、そのようななりわいがあるとはのう。きれ、姫様が。なんじゃと？んだよ。それでケルビンさんは？奥にいんだろ。それじゃあ呼び鈴を鳴らそうか。そんなもんねえ。おい、ケルビン！いねえのか？死んだかな。おいおい。誰だ？なんでおめえら。この人がケルビンさん。お初にお目にかかる。こんにちは。おっきいのだ。鬼か。違う、こいつはグロッグだ。グロッグメダブーハ。カズヤは一度会ってんだろうが。おお、お嬢じゃありやせんか。よ、グロッグさん？ありゃ、なんで白波さん、もう忘れちまったんですかい？はあ、思い出した。アステロイド隊の。そうです、足です。おめえ太ったな。やっぱそう思いやす。人の3倍食ってっからそうなんだよ、このデグの棒が。それ一個なしってことで。だいたいなんでおめえがここにいんだ？いや、知ったの通り兄貴もあの年じゃねえですかい。一人じゃ寂しいと思いやしてね、時々会いに来てるんです。あだー！年寄り扱いするんじゃねえ！ケルビンの兄貴、ここはこの人がケルビンさん？お初にお目にかかる。こんにちは。小さいのだ。高2か？おやぶん、この人がパパなのだ。パパじゃねえ！わらわより背が低いの。こら失礼でしょ。よろしくなのだ。なのだ。
おお、なのちゃんか。よろしくの。え、わらわは夏目じゃ。よきに計らえ。おお、夏目ちゃんもよう来たの。私はアプリコットです。リリーと申します。カルーアですわ。和也です。なんじゃお前らは。それにお前もじゃ。アニス、何しに来た？レリックレイダーが行かれた。どの程度じゃ？エンジンが動かねそうか。で、どこにあるんじゃ？え。軌道上の船だ。仕方ない。見てやるわ。デジタクするから手伝い。ああ、なのも手伝うのだ。わらわもじゃ。嬢ちゃんたちもか。悪いの。ひょっとして子供っぽいのに弱い人？そうみたいですね。やっぱりお年を召していらっしゃるからかしら。そういうものか。ダメだ。落ちてこねえ。でけえ船だな、おい。エンジェル隊、ただいま戻りました。お帰りなさい。ケルビンさんとグロックさんです。ようこそルクシオールへ。艦長のココナッツミルクです。挨拶はいい。あ、さっさと用を済ませたいんじゃがな。ああ、では班長、へい。こちらが整備班の責任者クロワです。よろしく頼みます。じゃあ早速お願いしていいんですが、すんげえいじりっぷりを説明してもらえますかい。今後はこっちで整備を引き継ぎてえんです。ケルビンさん、じゃあどの程度の時間がかかりますでしょうか。2、3日ってとこじゃな。了解しました。お部屋を用意しておきますので。ではよろしくお願いします。行きましょう。また手伝うのだ。何でも言いつけるがよいぞ。ああ、いいよいいよ、遊んどいで。それじゃあ頑張るのだ。応援しておるぞよ。おう、任せとけ。ナノちゃんと夏目さんがお気に入りなの？そういうことらしいのだ。シャトルの中でもお二人にお相手してもらっていたのですが、ケルビンさん終始とっても楽しそうでした。優しいやつなのだ。ジジ様を思い出したぞ。そうまあ面食らうよな。とにかくアニスさん含めみんなお疲れ様。これで文句ねえだろ。部屋に戻ってもいいか。構いません。じゃあとよろしく。おいしょ。グロックさん、改めてご挨拶させてください。艦長のココです。これはどうも。突然無理にお招きしてしまってすみませんでした。一度ちゃんとご挨拶をしなければと考えていたものですから。いやそんな。数ヶ月前あの難局を乗り切れたのはあなたの協力があったからこそ。クルー全員を代表しお礼を申し上げます。とんでもねえ。どうか頭を上げてくんなさい。たったらっぽっちのことで勘弁してくださいよ。こちとら褒められんのは慣れてねえんですから。どっかで聞いたセリフだ。
べっぴんさんと話すのも苦手なんです。あら、お世辞がお上手なんですね。世辞だなんてとんでもねえ。館長さんみたいな大美人見たことありません。いや、ほんとすげえ好みですぜ。まあ、何言ってんだ。光栄ですわ。とにかく整備が終わるまでの間、できる限りのことはさせてください。何かありましたら遠慮なくご連絡をいただければと思います。和也くん、通信機の使い方の説明お願いね。了解です。あとリコちゃん、いつも申し訳ないんだけど。はい、お部屋の用意ですね。やっておきます。よろしくね。では解散としましょう。いやああいうのカレンテンだね。独身ですよ。え、本当ですかい？まったくもう。それじゃあグロックさん、この通信機なんですけど。いいです。え？館長が暇なわけはねえ。お手を煩わすなんざとんでもねえことです。適当にやってやすから。そうですか。なら館内を案内しましょうか。はい、じゃあ酒の飲めるところを教えてください。お酒？何ですかい？コンビニで売ってはいますけど、お酒を楽しめるような場所は。そうですかい。じゃあどっか居眠りのできるところをお願いします。部屋はこれから用意だからな。やっぱり展望公園。ありましたありました、お酒を飲めるところが。へいらっしゃい。無理言ってごめんねランティ。今日の仕事は終わってる。気にすんな。さあいい種入ってやすぜお客さん。何から行きやしょう。ほうほう、これがエデン？違います違います、エデンのおでんです。ほうほう。この屋台はお酒もありますから、どうぞ楽しんでください。そうですかい。じゃあとりあえず一杯もらえっかな。はい、承知いたしやした。へい、どうぞ。変わった匂いしてやがる。米が原料の酒です。繊細にして芳醇、うまいですよ。どれ？こういけるね。でしょ。さあどんどんやってください。いや、今朝はすまねえな。おい。結果白波さんも飲んでくださいよ。ああ、僕はまだ無理です。未成年ですから。なんだカーテンですね。いてありゃ、切れちまいやしたね。和也、厨房から酒を取ってくるから適当にやっててくれるか。わかった。すまんな。ずいぶん飲みましたね。こんなにうめえ酒にゃめったにお目にかかりやせんからね。ついやりすぎちゃいやした。楽しんでいただけて何よりです。このおでんってのもいけやすね。どの具にもじわっと味が染みてて、なんかちょっと懐かしい味でさ。ですよね。ほっとするっていうか、僕も大好きなんです、ランティのおでん。特にこの卵が美味しいんだよな。地味。
次は何にしようかな。時に白波さん、はい。そのお嬢はどんな感じですかい？アニスですか？どんな感じっていうと？この船には馴染んでやすか？ええ、そりゃもうすっかり。どのくらいになるんですかね？8ヶ月かな。ほう、そんなに出ていく気はなさそうですかい？全然。半ば無理やりメンバーになりましたから、最初は嫌がってましたけど、今じゃ出ていくような素振りは全く見せませんね。それどころかメンバーの中でもかなり仲間意識が強い方ですよ、アニスは。仲間、そうですかい。いや、よかった。本当によかった。無事に居場所を見つけたんですね、お嬢は。それもこんなに立派だ。グロックさん？ああ、そうそう。年いくと涙もろくなっていけねえや。お待たせいたしました。あ、おかえり。和也、リコからだ。ああ、グロックさんの部屋のだね。ありがとう。でもなんかずいぶん時間かかったね。いやー、とっておきのが見つからなくてな、ちょいと探しちまったのさ。見つかった？あとも見ろ。純米大吟醸カフカフの花。お、エデンの幻の名詞だ。めったにお目にかかれない超激レアもんだぜ。へえ。初めての酒にしようと思って取っておいたんだがな。ランティはあとちょっとで20歳だもんね。まあいいだろう、お客様が一番だ。開けちまえ。待った。あとはなんだ、どうした？開ける必要はなさそうだよ。あれまあ。だんだん大きくなってきた。あじゃアニスのことがよほど気になるんだな。そんじゃ店畳むか。ありがとね。いいってことよ。で、このおっさんどうする？僕が部屋まで運ぶよ。ああ、大丈夫か。なんとかなるでしょ。さ、グロックさん行きますよ。はいはい、僕におぶさって。お、なんか落ちたぞ。何？よっと。ああ、写真だ。このおっさんが写ってるぜ。ならグロッグさんのだね。僕の上着のポケットに入れて後で返しておくから。わかった。おい、入れたぜ。ありがとう。おいおい、やっぱり無理なんじゃないか。大丈夫。ランティは屋台を片付けて。そうか。それじゃあ。カフカフの花よ。首の皮一枚でつながったね。なんじゃ。じいちゃん、本部。あ兄ちゃん、あれ。ごわんごわん。
うまいか？うまい、そうか。ダメじゃぞ。このままじゃ。ケルビン・グレープ、しっかりしろ。このままじゃいかんのじゃ。心を鬼にしろ、ケルビン。ケルビンの旦那？大丈夫ですかい？すまん。ほうけた。どこまで説明したんじゃったかな。いや、ちょっと休みを入れましょう。ぶっ通しですからね。茶でもしばきませんか？うん、分かった。じゃあちょいと若いのに言いつけてきます。うん。おい、コルネ、梅昆布茶とかりんとう持ってこい。はいなーって自分でやらんかい、この相ぶりが。あんだと。ソファーでいいよな。グロックさん、下ろしますよ。重かった。毛布っと。よし。そういえば写真。どこだ？これか。うわ、かなり古そうだな。この赤ちゃんを抱いてる人、ケルビンさんだ。後ろはグロックさんだな。他の人は誰なんだろう。この赤ちゃん、まさか。へい、お嬢です。起きてたんですか？降ろされた時に気がつきやして。すみません、勝手に写真見ちゃって。構いやせんよ。殺すって。それお嬢が1歳になった時の写真でさ。そうなんですか。アニスを抱いているのはケルビンさんですよね。そうです。その両脇にいるのはひょっとして。お嬢の両親、ガラムの親方とマサラの姉子です。へえ、この人たちがアニスのお父さんとお母さん。そういえばなんとなく似てるかも。それじゃあこの眼帯の人は僕と同じくらいの年かな。そいつはスケコマシのスタンレイ。女の尻ばかり追いかけてたなんじゃけ野郎です。やっぱりアジート一家の人なんですか？そうですが、そいつは流れもんでね。ふらっと来てふらっと消えちまってな。でもみんなすごく幸せそうな顔してますね。ケルビンさんなんかどこが目なんだかシワなんだか。そう、その当時の兄貴はそりゃあお嬢に優しかった。可愛がり方も半端じゃなくてね。当の親方や姉子よりも抱いてる時間が長かったくらいです。もう気がついたらと思いやすが、兄貴は子供が大好きなんですよ。やっぱり。それがまさかあんな鬼のようになっちまうとは。鬼？何かあったんですか？親方と姉子が死んだんでさ。少し前にアニス本人から育ての親がケルビンさんであることを聞いていました。
その時にもしやとは思いましたけど、やっぱり亡くなってたなんて。お嬢が乗り回してる機体、あのレリックレーダーの発掘中に落盤が起きやしてね、大怪我して行っちまったんです。その時親方は今和の気は兄貴にこう言い残しやした。ケルビン、ガラム、すまないがアニスを。ああ、もちろんじゃ任せろ。立派なトレジャーハンターに育てる。お前さんに負けないくらいにな。そりゃありがたい。だがな、トレジャーハンターである前に人としてまっすぐ、どんなことがあってもくじけない、そんな強い人間に育ててくれ。そしてアニスにとって本当の居場所と本当の仲間ができるまで見守ってやってほしい。頼んだぞ。そう言って息を引き取ったんです。そしてケルビンの兄貴は鬼になっちまった。お嬢に物心がつくなれ、そりゃ厳しくしごき始めたんです。その激しさは口では説明できやせん。あっしを見てわかる通り、アジート一家には荒くれ者が多かったんですがね。そんな奴らでさえ思わず目を覆っちまうほどでさ。そして7年が過ぎ、兄貴のしごきは頂点に達しやす。突然アジート一家を解散し、お嬢をレリックレーダーに乗せて放り出しちまいやした。身内には誰一人追うことを許さず、お嬢には誰一人頼ることを許さず、8歳にして天涯孤独の身でさ。正直いくらなんでもそこまでと思いやしたね。まだまだ子供、きっとえらい苦労したでしょうに。一人になってからものすごく大変だったことは聞きました。そうですかい。でも今の自分があるのは放り出されたおかげだとも言ってます。アニスの中に感謝と遺恨の入り混じった複雑な感情があることは間違いないです。ケルビンさんに会うことをとても迷ってましたから。なるほど。まあそれも当然でしょう。ですが、ああして立派になったお嬢がいるってことは、兄貴は間違っちゃいなかった。そういうことなんでしょうね。僕たちには、いえ、本人たち以外にはわからないんじゃないですか。ちげえね。待って、つい話し込みやした。すいやせん。いえいえ、いろいろとお付き合いいただきやして申し訳ありませんでしたね。どうぞご自分の仕事に戻ってください。大丈夫ですか？何か必要なものとかは？ええ、平気です。このまま寝ちまいやすから。そうですか。では何かあったら連絡をください。この通信機の枠に触れて僕の名前を言えばつながりますから。へい、わかりやした。それでは。
ケルビンさん、ありがとうございました。いや、本当にご苦労さんです。おかげで助かりましたよ。しかし大したもんですね。あそこまでのチューンをお一人でこなしたんですから。俺も機械いじくり始めて長いですが、目から鱗が落ちましたよ。グロッグさんもお付き合いいただきましてすみませんでした。いやいや、あんなうめえ酒が飲めんならずっといてくれでさ。まあ結局ランティのとっておき飲んじゃったんだよな。ではブレンダさん、よろしくね。了解です。なんで帰りはみんなで行かないのだ？そうじゃそうじゃ、寂しいではないか。うっせえ、よう済んだんだ。いちいち送ってられっか。ブー。ケルビン、グロッグ、またな。じゃあ皆さん、いろいろお世話になりやして。はい、お元気で。またお会いしましょうね。お達者で。兄貴、行きましょう。一段落したら遊びに行くからな。待ってるのだ。おお、楽しみにしとるよ。そうじゃな。ではシャトルが帰るまでにセルダールに戻る準備をしておきましょう。解散。これで安心してレリックレイダーを扱えるぜ。もう大丈夫なんですね。おうよ、隅から隅まで事細かに説明してもらったからな。これからは俺らでメンテできる。よかった。しかしすげえお人だ。ケルビンさんですか？ああ、誰に教わったわけでもねえ。手探りと勘だけでクロノストリングエンジンを整備してたんだからな。ただもんじゃねえぜ。そうですよね。なんかすげえ船でしたね。あいつはどうじゃった？誰のことで？アニースだ。お嬢ですかい？いや、あっしもあっちにいる間ほとんど会ってやせんからね。ずっと部屋にこもってたみたいですぜ。なら他の連中は？他の連中？とりあえず艦長さんは好みでしたね。ドアー！あのなんちゃら隊のことを言っとるんじゃ。なんちゃら隊？頼りない若造が隊長をやってたじゃろ。ああ、エンゼル隊のことですかい？名前なぞどうでもいいわ。いや、言われても。とにかくどうだったんじゃ。ちょっと落ち着いてください。体に触りやすい。普段からあれほど年寄り扱いするなと言っとるのがわからんようじゃな。わしは気が短いんじゃ。さっさと答えんか。やれやれ、お嬢の気も短いわけで。なんか言ったか？いや、なんでもあるやつ。たく。要するにお嬢の仲間の様子を聞きてんですね。そうじゃ。ちょいとも癖のある方も言いやしたが、こんな足にも随分よく知ってくれやしたし、気さくで裏表のねえ連中だと思いやすけどね。
兄貴の言う情けない会長さんにもかなり気を使っていただきやしたよ。そうか。へえ、アニスとはうまくやってそうなのか。ああ、そら心配なさそうですぜ。なんでじゃ。その、なんて言うんですか。ほら、お嬢はずっとあの調子だったじゃねえですか。かなり突っ感動してて。まあ、原因はどっかの誰かさんなんですが。ああ、いやですがね。皆さん悪びれる様子もなく、全部承知を得ってか、気心がすっかり知れてるってか、なんかうまく言えねえですが、絆みてえなもんが出来上がってると思いやすけどね。それにあの隊長さんがね、メンバーの中でもかなり仲間意識が強い方ですよ。アニスはなんてことも言ってやしたから。兄貴、わかった。もういい。は喉が渇いた。茶でも持ってこい。あ、まあ、へいへい。じゃあ取ってきやす。なんでこれはシェルド反応なんじゃい。ああ、攻撃されとる。二人ともベルトを締めてください。何があったんじゃ。敵です。小惑星の陰から突然現れました。なんじゃと。ルクシオール、こちらシャトル。こちらルクシオール。引き返します。援護してください。分かったわ。急いで戻って。ブレンダさん、制御系統がやられました。コントロールが。すぐにエンジェル隊を発進させます。頑張って。了解。エンジェル隊緊急発進。ルクシオール、シャトルはどうなってる。こちらルクシオール、落ち着きなさいアジート少尉。うるせえ、早く教えろ。シャトルの状況報告も含めすぐにブリーフィングを行います。白波少尉、聞こえていますか。はい、回線を全紋章機に開きます。これがミッションエリアのスキャン結果です。障害物はこのような状況となっています。これがルクシオールの位置、これがシャトルの位置。本艦に向かって退避中です。そして突然現れた敵艦はこの位置に巡洋艦、この位置に高速艦、そしてこの位置に駆逐艦といった配置状況になっています。今回も生命反応はありません。すべて無人自動操縦艦です。退避中のシャトルはダメージを負い、スピードが出せません。センサーもダウンしているので退路を指示する必要があります。白波少尉はこのことに細心の注意を払ってください。またアジート中域への影響を考えると敵を残すわけにはいきません。よってミッション目標はシャトルのルクシオール防衛圏内到達および敵艦の全滅。以上です。おい、ケルビンとクロックはどうなんだよ。
無事なのか？シャトルの退避が最優先です。パイロットにキャビン内を確認させる状況にありません。くそー！アニス、今はミッションに集中するんだ。分かったよ。ではエンジェル隊、頼みましたよ。はい、みんな行くぞ。了解なのだ。アジート一家にテロしたいい度胸だ。ぶっ潰す。アニス、落ち着け。それにしても急に現れたわね。無限回廊なのだ。予兆波は感知されていないぞ。となるとクロノドライブか。とにかくシャトルを助けましょう。わかった。了解なのだ。今回はまたずいぶんいきなりね。予兆波も感知されていないのになぜだ。怪我してないか気になるのだ。急いでやっつけるのだ。よもやこんな事態になろうとは。一番機攻撃始めます。合点なのだ。当たったか。やっつけたぜ。3番機了解なのだ。了解よ。了解。ジェノサイドボンバー。よっしゃ、倒した。避けられはすまい。ハイパーブラストシッと食らったけど大したことねえよ。了解。失敗。おっしゃ、ラッキー。動いちゃダメなのだ。あらよっと。うわっとちょっと揺れたな。ジェノサイドジェフィルスボンバー。ー。うわっとやっつけたぜ。倒したぞ。今度は外しません。早めに補給させてくださいね。入れられたのだ。回避に成功。当然じゃな。カズヤなのなリペアウェーブ。やっつけたぜ。敵に命中した。
4番機了解。ハイパーブラスター。敵の副兵です。敵やりましたね。じゃない。2番機了解だ。エネルギー補給してきますね。お、やったのだ。なかなかの当たり。エクストリームランサー。エネルギー残り半分だ。目標を破壊。次に行こ命中。当たったわ。命中よ。もう一度だ。全部避けられたのだ。ポカポカ燃えてきたのだ。敵の回避が上手か。悪い、ちょっと外すぜ。終わりじゃ。リペアウェイ。敵さくらこれで大丈夫。行ってきます。動きを読まれたか。この一撃は効いたはず。エネルギーが気になるな。よし、当たり。補給準備しておいて。これで撃墜とはいかないか。敵を見つけたわ。こんなもんか。一度船に帰るわよ。敵を撃破したぞ。ポカポカ燃えてきたのだ。完全復活。矢でも鉄砲でも来いってんだ。エネルギーの警告が出たのだ。はいよ。待ち伏せが。了解しました。補給に戻るのだ。了解じゃ。うわっと、ちょっと揺れたな。ジェノサイドボンバー。目標沈黙。回避成功。ケルビンにもっと早くエンジンを見せるべきだったか。助かったわ。上々じゃ。エネルギーがじわっとビルスブラスター。敵なのだ。了解。敵を見つけたわ。エネルギー機体強度ともに回復した。了解しました。敵を撃破したぞ。了解よ。よかろう。合点なのだ。承知した。アステロイドより敵出現。援護を頼みます。分かったのだ。イーグルゲイザー了解。分かりました。オーライ。了解。了解。シャトルを確保したわ。あとは敵を倒すだけ。補給大義。紋章機でもシャトルでもお構いなしに攻撃か。ソルベはここにいないのかしら。
攻撃開始。アステロイド隊、命中敵なのだ。が隠れるには絶好のロケーションというわけだ。惜しかったのだ。いた、カズヤ。ナノなのは燃えているのだ。速くてなかなか当たらないのだ。ちょっと失敗なのだ。オッケーなのだ。目標沈黙。ジェノサイドボンバー。俺の勝ち。ルクチオール、敵艦隊を全滅させました。了解。現在小惑星隊に対してフルスキャンを行っています。その場で待機してください。わかりました。いきなりだったからちょっと面食らったけど、規模としては大したことなかったな。ルクシオールよりブレイブハート。はい。残存艦は検知されませんでした。帰還してください。了解。大丈夫ですかい？じゃあ返し、平気じゃと言っとろうが。ですが、ケルビン、グローク、お嬢、大丈夫なのか？足は何も。ケルビンはなんともない。本当か？いや、実は兄貴のベルトが外れちまって、その時随分と苦しそうに。余計なこと言わんでいいわ、このボケナスが。いや、だから股間は。おりゃ、さっさと艦長のところ行くぞ。艦長、何しに行くんだよ。うるさいわ。お前はついてくるな。だと？グロック、早く案内せんか。へへ。心配して損したぜ、タク。しかしまあ、見事な戦いぶりでしたね。攻撃の流れによどみがなかった。連携がしっかり取れてる証拠だ。互いに信じ合ってねえとああはいかねえでしょうね、兄貴。ほんと素直じゃねえな。なんか言ったか？いや、何も。付き合いしてここがブリッジです。そうか。エンジェル隊は戻ったの？はい、戻っています。そう。それで敵が突然現れた原因は？分かったわよ。至極古典的なことだけに腹が立つやら情けないやら。そうですか。では申し訳ありませんがエンジェル隊へ。はいはい、説明すればいいんでしょ。覚悟できてるわ。すみません、疑問に感じてると思うので。艦長さんよ。ケルビンさん、大丈夫なんですか？被弾の衝撃でベルトが外れたとか。そんなことはどうでもいい。すまねえがちっとばかし頼みを聞いちゃくれねえかな。はい。詳しくはこいつに手続きの方法が書いてあるはずだ。封筒？ちょっと、その浪員って。浪員？あ、ケルビンさん、あなたは一体。あ？
と。はい。これは何ですか？トランスミッターよ。何？何なのだ？発信機のことじゃな。おいおい、こんなもんに引っかかったのか？そう、こんな単純な手にやられたのよ。線尾外装が1枚オフラインになってたから調べてみたら打ち込まれていたわ。まんまと糸をつけられたぐられたってわけ。自分の情けなさに嫌気がさすわ。不甲斐ないったらありゃしない。不がいない？頼りないってこと？あ、そう。この発信機、どうやら無限回路を伝播する波長を出すみたいなの。今の私じゃ逆探知も無理。発信を阻止するには破壊するしか手立てがないわ。ウィルの連中が北総エンデルかと思うと悔しくて。まあ北総エンデルとも限らないですから。とにかくいきなり敵が現れた理由はこんなところ。質問はいいですか？どうぞ。突然目の前に現れた理由は分かりましたけど、無限回廊を開いたんですかね？いいえ、クロノドライブよ。それじゃあ敵艦隊はすでにノイエにいたんですね。そう考えるべきでしょうね。無限回路出現を察知できるのはセンサーのある重要拠点の周りだけ。それ以外の場所に開いたとしたらこっちには知る術がないわ。では他にも潜んでいる可能性が？もちろん。でもそんなことを気にしていたらキリがない。そうですよね。今も白き月の生産プラントをフル回転させてセンサーを量産してる。各拠点を中心とした増設作業も急ピッチで進行中よ。数日以内にノイエ連合の7割はカバーできる予定。とにかくできることは全力でやってる。あとはその場に応じて対応していくだけだから、余計なことは考えないこと。いい？はい。さあ他には？ないよね。あ、すいません。何よ。質問の趣旨からは外れるんですけど、なんでブリーフィングルームを使わないのかなって。そこで別の話があるからよ。別の話？それじゃここ後の件はよろしく。はい。私は部屋で休むわ。わかりました。細かいことは後で報告してちょうだい。お疲れ様です。それじゃあみんな行きましょう。お待たせしました。へい、どうも。ケルビンさんにグロックさん。なんだよお前ら。アニスさんにお話があるそうです。はあ？どういうことだ？すぐわかる。おいグロック。いや、足もまだ何も聞いてねえんでさ。すいません。ああ？とにかく座りましょう。とても重要なことなのでみんなにも聞いてほしいとのことです。僕たちにも？回線の方はどうじゃろうか。つながっています。お出ししますか？頼む。ソルダム陛下。陛下！艦長、どういうことなのだ？私もケルビンさんの指示通りにセルダールにコンタクトしただけで、何が何だか。こいつはぶったわけた。陛下、ご無沙汰しております。久しいなケルビンよ。15年ぶりか。はい。連絡方法から察するに例の封を解いたと考えるが。おっしゃる通りで、お約束を果たす時が来ました。そうか。随分と長い間お待たせいたしまして申し訳ありません。どうかお許しください。
気にするな。そなたとて辛かっただろう。もったいなきお言葉。顔を上げてくれ。ではアニス。なんだよ。立て。あ？どうして？いいから立たんか。ほら、これでいいか。そのままおとなしくしとれ。一体何だってんだ。いいか。改めましてガラムとマサラの娘アニスです。アニスよ。なんすか。まずは詫びを言わせてくれ。え？すまぬ。ちょっと待ってくんねえかな。全然意味がわかんねえ。なんであんたが俺に謝んだよ。黙れー！危ねえじゃねえか。刀しまえ。恐れ多くも陛下が御自らの神戸を屈せられておいでなのだぞ。それに対しあろうことかあんたとは。このような狼藉断じて許すわけにはいかん。やかましい。俺はアジートの人間だ。セルダールの王様がなんぼのもんだってんだよ。前にも言っただろうが。そうだ、あん時だ。ベレルの騒動の時、あのチンチクリンたちが親父の名前を知ってたよな。ケルシーにサンタローザのことか。そうだ。あれとなんか関係あんのか。いかにも。どういうことなんだよ。礼をわきまえぬか。うるせえ。もはや忍耐の限界。リリー。はっ。良いのだ。いや、しかし。聞こえぬのか。しばし下がっていてくれ。失礼いたしました。世はな、アニス・アジートにいくら詫びても詫びきれぬことがある。だからなんでだよ。そなたの父ガラムは世の命の恩人なのだ。何？親方が王様の命の恩人？そなたグロックであろう。なんで知ってるんですかい？この顔覚えがないか？そりゃ知ってやすよ。だってセルダールの王様。そういうことではないのだ。ならばこれでは。あの写真の。ああ！おめえはスケ壊しのスタンレイ。思い出してくれたか。貸せ。ああ、こいつのことか。軟弱シリガレ野郎が王様。たばかってすまなかった。嘘です。この写真なら何度か見てるし、スタンレーってやつのことも聞いてる。変装して潜り込んでたってわけか。説明させてくれ。当時世は伝説で語られている失われし技術に強く心惹かれていた。暇さえあれば古い文献に没頭し、城の宝物殿を漁り、世話役の目を盗んではセルダールに残る遺跡を巡り回っていたのだ。そんな折、父を訪ねていたガラムからこんな話を聞く。惑星アジートで1000文明の戦闘機を発掘中だと。まさに垂涎の知らせ。いても立ってもいられなかった。そしてその落ち着きのなさにガラムは気がつき、彼は招いてくれたのだ。惑星アジートに。断る理由は何もなし。父もしぶしぶではあったが、身分を隠すことを条件に許してくれた。そして世は流れ者を装い、しばしの間アジート一家に身を寄せることになったのだ。だがまさかあのような事故が起こるとは。
れが。どうです殿下。すごい。城の宝物殿にも同じようなものが厳重に保管されているが、この機体は地中に埋まりながらも全く風化していないではないか。そうですね。これも戦文明の技術なんでしょう。大したものです。ガラム。何です？そのな、城のは触れることを固く禁じられているのだが。どうぞどうぞ、好きなだけ触ってください。本当か？ここはステルダールじゃありません。遠慮なく。そうだな。では。こんな手触りだったのか。ここは素材が違うな。やはり変形の機構があるようだ。殿下ったら子供みたい。ああ、だが間もなく即位なさる。口を聞くことさえままならなくなるんだ。それに王家の子息ともなれば普段から何かと窮屈だろう。せめてうちにいらっしゃる間は羽を伸ばしていただこうじゃないかな。あなたに任せるわ。でもあの手の速さはちょっと考えものよ。ナターシャ、ディアナ、それにビバリー、一家の若い子全員が餌食になるのも時間の問題ね。お年頃なんだ。仕方ないだろ。なんだ、どうかしたのか？あ、いや、何でもありません。はいはい、どうしたのアニス？大丈夫大丈夫よ。なんだ急に。腹でも減ったか？さっきあげたばかりだけど。ガラム。殿下！なんだ？こちらへすぐ出ましょう。どうしたというのだ、いきなり。思い過ごしならいいんですが。まさか落盤か？殿下、この子を。何？これには一人ずつしか乗れません。とにかくお先に。お前たちは？次はマサラ、最後は俺。それが道理です。しかしアニスをお願いします。ガラム、マサラ、ガラム、マサラ。すでに知っているとは思うが、この事故が原因でガラムとマサラは命を落としてしまった。本当にすまない。許してくれ。世がわがままを通さなければあんなことには。もういい。別にあんた王様に責任があるわけじゃねえ。タイミングが悪かっただけだろ、そりゃ。アニス。それに物心ついた頃にゃ親父も袋もいなかったんだ。だからそのことをつれえと思ったこともね。気にしねえでくれ。かたじけない。ただよ、まだ腑に落ちねえことがいくつかある。それを教えちゃくれねえかな。何なりと言ってくれ。俺の親父は王様の親父さんに、つまりそん時のセルダール王に会いに行ってたんだろ。そうだ。そこがわかんねえ。なんで親父が王様に会いに行くんだ？何の関係があったんだよ。それはわしが答えよう。あ？お前も疑問に思ったことがあるじゃろう。自分の名のことを。やっぱ
そうなのか。お前は惑星アジートを統治していたアジート王家の末裔じゃ。なんと。それじゃあアニスさんは世が世ならだったんと同じお姫様なのだ。なんじゃわらわをバカにしおったくせに同じではないか。ひょっとしたらとは思ってたが、まんまとはな。今のアジートの状況からすると、ご多分に漏れず時空神の影響で廃れちまったってか。その通りじゃ。それでなんだよ。まさかセルダール王家は親戚だとか言い出すんじゃねえだろうな。そうではない。じゃがな、アジートは隆盛を誇った頃、セルダールの誘いを受け同盟を結んでいたのじゃよ。同盟？さらにいくつかの星と手を取り合い、巨大連合へ発展させるための布石じゃ。おい、それってこの前できた。そう、ノイエ連合だ。一月前に発足したこの連合は、我が王家が幾代にもわたり提唱してきたこと。堺市頃のアジートはいち早くその志に賛同し、快く同盟を結んでくれたのだ。そしてそれは切れることのない強き中隊となり、両家をつなぎ続けてきた。たとえアジートが衰退し王権が崩壊しても、エニシは連綿と続いていたというわけじゃ。ちょっと待て、整理させてくれ。つまりだ、昔のセルダールの王様は星を集めてでっかい組を作ろうとしてた。で最初に仲間になったのがそん時のアジートの王様で、俺のご先祖様。そうじゃ。だけど時空神が起こってアジートは廃れちまう。でもセルダール家とアジート家の関係は細々と続いていたってことだよな。その通りである。あの日ガラムが父を訪れたのは、世の即位に備えるがため、代弁者となる妖精2人を送り届けてくれたからだ。ああ、そういうこと。へえ。そういや、そこも答えてもらってねえぜ。何のことかな。あのチンチクリンたちが親父の名前を知ってたわけだよ。おお、そのことか。王様がレリックレイダーを見に来た時、一緒に来てたのか？どうやらそうらしい。らしい？父より密偵を命ぜられ、秘密裏に同行していたとのことだ。情けない話だが、全く気がつかなかった。王様の親父さんもやるね。世も19と若かったゆえな。父も何かと気をもみ上げていたことだろう。親の心子知らずか。はあ、まあいいや。急な話だったが、王様の気持ちも受け取ったし、俺も含む一家の素性もよく分かったぜ。もうこっちから聞くことは何もね。そうか。では今一度謝らせてくれ。いいって、さっきので十分だよ。話が長くなるとどっかの騎士さんがまた切れかねねえし。いや、今までこの件をそなたに隠し続けてきたこと、誠に申し訳がなくてな。陛下、やめてくだされ。それに関しちゃわしが悪い。兄貴。ケルビン、大丈夫か？様子が変なのだ。なんだ？すげえ汗じゃねえかよ。ケルビン、ケルビン！見せるのだ。大変なのだ。おいナノ、どうしたってんだよ。ちょっと待つのだ。プディングよりベーグルなのだ。ベーグルです。ケルビンが大変なのだ。すぐに手術の用意なのだ。どうしたというのです？状態は？脾臓が破れていたのだ。とりあえず塞いだけど、お腹にたくさん血が溜まってるのだ。腹圧が高すぎて呼吸障害が起きてるのだ。早く抜かないと危険なのだ。了解しました。すぐに担架を回します。場所は？一刻を争うのだ。すぐ運ぶからいいのだ。わかりました。待機しています。和也、
廊下で担架を準備するのだ。わかった。誰でもいいからエレベーターを呼んでおくのだ。私が行こう。リコタン、ナタン、カルーアは先回りしてドアを開いてロックしていくのだ。行きましょう。了解ですわ。グロック、ケルビンを担架までそっと運ぶのだ。わかりやすい。兄貴、しっかり。親分、行くのだ。ケルビン、しっかりしろ。ケルビンさん、何？もう目が覚めてる？はい。脳波の数値を見る限りでは。じゃ、タヌキネイリってか。ええ、多分。はあ、どこまで意地っ張りなんだが。意地？怪我して倒れたことがみっともねって思ってんだよ。倒れるには十二分な怪我でしたが。程度は関係ねえ。俺も散々言われ続けた。アジート一家なら怪我くらいで声出すな。意地を見せろってな。声を立てずにはいられない怪我でしたが。軟膏でも塗っときゃ治ると思ってたんだろ。そんなことでは到底改善できない怪我でしたが。まあいい。ちょっと出ててくれ。いや、そういうわけには。大丈夫だ。なんかあったらすぐ呼ぶからよ。押さないでください。いいから出ろ。出ねえとずっとあのままだ。理解できませんね。では T ラウンジにでも行っていますので。ああ、すまねえな。ほら、聞こえてたろ。ネタは上がってんだ。起きろケルビン。やかしいわ。たく大丈夫なのか。どうなんだよ。でもないわ。焦らせやがって。ナノがいなかったらヤバかったんだぜ。もう年なんだ。ちょっと考えてくれよ。お前まで年寄り扱いする気か。あったったった。バーカ、おとなしくしてろ。くそ。ナノマシンが腹の中にぶちまけられた血を掃除してんだってよ。綺麗になるまでは破けたところもちゃんと直せねえらしい。今は塞いでるだけだからじっとしとけってことだ。わかったか。うるさいわ。理屈ばかりグダグダこねおって。まったく腹が立つわい。なんじゃその目は。やれやれ。笑いたければ笑え。バカにするがいいわ。ちげえよ。そのセリフ俺もよく使うんだ。ああ、気の短さも同じとこに原因があんだろうな。グロッグもそう言ってたわい。あ、そう。どうあがこうがあんた俺の育ての親ってことか。へっ。とにかくじゃな。さっきの話の続きじゃが、陛下を恨んでくれ。あれはわしが頼んだのじゃ。親父やおふくろ一家とセルダールの関係を隠してたことか。言うわけにはいかなかったからの。なぜなら。いい、見当はついてる。アジートとセルダールにはもともと縁があって、その上王様親父が死んじまったことに対して負い目まで抱えてる。そんなことを俺が知ったら頼って甘えちまうかもしれねえ。だから黙ってた。あっちにも口止めを頼んだ。そんなところだろ。
それよりもよ、なんでいきなり話すつもりになったんだ？そっちの方がよっぽど気になるぜ。なあ。まあなんじゃ。お前がな、ガラムの望んだ人間になったと判断したからじゃよ。なんだそれ。親父は何を望んでたんだよ。聞いてねえぞ。要するにじゃな。ちょっと来い。どうして？いいから顔をよく見せてみろ。引っ張んなよ。ジロジロみんないい顔じゃ。何言い出すんだよ突然。一発の面構えになっとる。ガラムにもマサラにもよう似とるわ。こっぱずかしいんだけど。いいから黙っとれ。その目を見ればわかる。お前が日々をどう生き抜いてきたかが危機、苦悩、怒り、恐怖、悲しみ、寂しさ。じゃがすべて自力で乗り越えた。たった一人でここまで来たのじゃ。ガラムの望みはな、お前がまっすぐで何事にもくじけない強い心を持つこと。そして本当の居場所と仲間を見つけることじゃ。どうやら叶えられたと思うんじゃが、どうなのじゃ。まあな。お前は一人前となった。じゃから全てを知るべきだと思ったんじゃよ。そして今まで厳しく当たってすまなかったな。許してくれ。やめろよ。王様といい急に謝るなんてよ。ならこう言わせてくれ。よくここまで頑張った。わしゃ嬉しいぞ。きっとガラムもマサラも。やめろ！褒められるのには慣れてねえんだ。やめてくれ！いや、わしはアニス。おい、今さら何なんだよ。一度だって褒めてくれなかったじゃねえか。バカ野郎。泣かんでくれ。うるせえ。優しくすんな。すまん。じいちゃん。じいちゃん。まだそう呼んでくれるか。じいちゃん。アイス。じいちゃん。
大丈夫か？ああ、たまげたぞ。いきなり泣き出すんじゃからな。うっせえ。俺だってな。親分！ケルビンはどうなのじゃ？先生から意識が戻ったことを聞きました。具合はいかがでしょう？待て！少尉、何故遠ざかる？どうしたの？夜だ！アニス、目が。ハリケーンキー！カズヤ！座れ！いい意地の張りっぷりじゃ。無事か？なんとか。それでどうなのじゃ、ケルビンよ。痛いところとかないのだ？ああ、もう平気じゃよ。顔色も良くなっていますわ。安心しました。陛下もご心配なされていました。おお、そうじゃ。陛下といえば、おい、そこのなんじゃったかな、カズオだったか。カズヤです。はい。頼みたいことがある。こっちゃ来い。何でしょう？この船はセルダールへ行くんじゃろ？ええ、戻りますね。ならばこれを持って行ってくれ。何ですかこれ？15年前に陛下からお預かりしたものじゃ。陛下から？何なのだ？詳しくは知らん。出土品か何かじゃろ。文字が彫り込まれておるな。また古代文字ですわ。何が書いてあるんでしょう？もともとはアニスの父親、つまりガラムに解読を依頼されるおつもりだったらしい。しかし例の落盤事故が起きての、陛下がセルダールにお戻りの際お返ししようとしたんじゃが、気長にやってくれと改めてわしに依頼されたのじゃ。まあ結局読めずじまい。お返しせんと失礼じゃからな。なるほど。では陛下に渡せばいいんですね。できればアニスの手から頼む。アジート家が頼まれたことじゃからな。わかりました。でもこれ変わった形してますね。剣の塚かな？ちょっと見せてくれ。はい。やはりこれは。なんじゃ？知っておるのか？セルダール城に安置されている宝剣の複製と思われます。いえ、間違いありません。宝剣じゃと？これは伝説の剣、紅蓮の剣。ねえダーリンダーリン、おなんだいハニー、そんな甘ったるいやりとり断じて許せねえ。誰よりも強く、男より強く、我が道を貫くぜ。だからここをどいてくぜ。ときめきはこれじゃ、誘惑のビーム。ちょ待った待った、近づくな。優しい瞳でお手をどうぞなんて。困ったもんだ、はにかみハンター。
トランスミッターを取り付けて追跡するとは。デバイスったらあの船を少し侮りすぎてない？まあいいさ、彼なりの余裕の表現なんだろ。下手を打たなければいいけど。もう少し信用してあげたら。ねえ、それよりそろそろオーブのことかい？このスレイブのどのあたりにする？その前にさ、僕らのことも少し教えてあげようと思うんだ。別に構わないけど。